皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい。お久しぶりのビデオポッドキャストになります。はい。ちょっと緊張するよね。顔出しって。ね、今更って思ったかもしれませんけど、今更でも緊張するんです。はい。今日は何の話をするかというと、なんか最近ね、ちょっと面白いニュース、ちょっと面白すぎる。ユニークすぎるゲームじゃないよ。ちょっとゲームしすぎて、ゲームって言っちゃったんだけど、ニュース。はい、ゲームじゃありません。ニュースを見つけたのでね、日本で。なのでちょっとこのニュースを紹介したいと思うんですけど。どんなニュースかというとですね、記憶喪失の方のニュースです。はい。記憶喪失っていうのは、記憶がなくなっちゃってる人ですね。はい。でね、これ、なんか、謎が謎の謎なのね。もう謎ばっかりで、はい。どんなニュースかというと、これちょっとニュースのね、タイトルね、ちょっと見ますけど、私は誰？カバンに残された60万円で身元を探す記憶喪失の男性っていうね、ニュースがあって、ここ数日間でね、なんか日本を騒がせているニュースなんですけれども、不思議なニュースなんですよ。で、なのでちょっと皆さんにシェアしたいと思って。で、なんかニュースの内容をざっくりね、説明するんですけど、島根県の奥出雲市というところで、の山の中で男性が発見されたんですよ。で、その彼はね、記憶喪失なんだって。そう。このさ、時代に記憶喪失とかもう映画かよみたいなね、世界ですけれども、その人は、男性なんですけど、全く記憶がない。で、覚えてることは、ほぼなくて、でもなんかこう一般的なものは覚えてるのね。でも自分の名前も覚えてないし、自分がどこに住んでたかも全くわからない。なんで自分が島根県の山の中にいるのかも全くわからないという状況で、ある日突然目が覚めたっていう話なんですよ。なんか頭が痛いってなってパッて目が覚めたら、その山の中だったなんて。映画みたいな。エイリアンにでも襲撃されたんじゃねえかって思うよね。で、記憶がなくて自分は誰なのか、名前は何なのか、なんでここにいるのか。で、食べ物とかのね、名前とかも、パンと米っていう名前はわかるんだけど、ものはわかるんだけど、唐揚げって何みたいな。生姜焼きってなんだろうっていう、もう料理名になると全くわからないみたいなぐらいの記憶喪失なんだって。唐揚げがわからない日本人がこの世界に存在してるなんて。ね、みんなも知ってるよね、唐揚げね。美味しいよね。でもパンと米はわかるらしいね。不思議ですね、これは。で、そのね、田中さんって、なんていうの？自分の名前がわからないから、とりあえず自分のことを田中はじめって名乗るようにした。田中って普通の名字だし、はじめっていうのもなんか漢字が1っていう字。もうよく日本のなんだろう。なんかスミスみたいな、なんか、山田太郎とかさ、田中はじめとかも、なんだろう。書類のさ、例みたいなところに出てくるぐらいの、なんだろう、よくある名前というか、そう。ね。で、自分は田中はじめっていう風に、名乗るようになった。名前がわかんないからね。そう。で、目覚めたのが7月の上旬。で、全くわからない。自分が。なんでここにいるんだろう。でも頭が痛いと。で、カバンを持ってた。ね。で、カバンの中を見たら、メガネとか、なんか、折りたたみ傘とか、なんかいろいろ入ってたんだけど、あとタバコとライターとみたいなね、お財布とみたいなことは入ってたんだけど、お財布の中身は空っぽ。で、身分証もない。ID なしってことね。身分証もなく、携帯電話も見つからないと。はい。で、なぜか、バッグの中に60万円とナイフが入ってたんだって。もう事件の匂いプンプンだよね。なんか、もう財布は空っぽって誰かに取られてるでしょ？で、身分証も取られてるでしょ、多分。で、携帯電話も取られてるじゃん。で、誰かが60万入れて、で、ナイフがあったっていう。
ね。まあ、誰かが60万入れたかどうか、その、自称ね、自分で名乗ってる自称田中さんが自分で持ってたのかもわかんないですけど、しかもで、頭が痛くて目が覚めるってもう映画じゃん。ね。誰かにガーンってやられて、パタッ。で、パッて目が覚めたら、頭痛い。でもここはどこ？私は誰？みたいなね。映画ですよね。はい。っていう状況になりましたと。で、どうしようってなって、とりあえず、60万円で、テント、キャンプ用のテントと、まあ、食料品を買って、2ヶ月ほど、自分でこの記憶を、まあ、探す、まあ、旅というか生活をしてたらしいんだね、テントの中でね。で、記憶はでも戻らなくて、3週間経って戻ってきた記憶っていうのは、大阪のグリコの看板。なんか、やったーみたいな、なんかゴールみたいなポーズしたさ、道頓堀にある有名な看板あんじゃん。あれと富士山ぐらい。なんだって、めちゃめちゃ観光地だけ思い出してるみたいなね。富士山とグリコだけ思い出したらしくて。で、まだ自分の名前もわからなくて、もうちょっとギブアップということで、島根県警、まあ警察に相談したと。そう。でも、その島根県警もやるべきことをやったけど、全く身元がわからない。まあその人が誰だかわからないと。で、自分はね、やっぱ、大阪のグリコを思い出してるから、大阪に行ったらしいのね。で、そのグリコの前に行ったと。で、20分ぐらいそこで立ってたんだけど、全く何も思い出さないらしいのね。で、超かわいそうなことに、その大阪でね、あなたちょっと怪しいですね、みたいな。まあ、職質ですね。職務質問って、ちょっと怪しい人がいると、警察が、ちょっとあなたの ID 見せてくださいとか、なんかあなた今何やってるんですかみたいなことを聞くのよ。ね。で、なんかたまにさ、薬を持ってたりとかさ、なんか変な人だったみたいなことがわかるんだけど、それの職務質問、職質をされてしまい、ID は持ってないし、携帯は持ってないし、で、おまけにナイフを持ってたと。カバンの中にね。で、そのまま逮捕。銃刀法違反で逮捕されちゃうんだね、その人ね。まあ、銃刀法違反っていうのは、まあ、武器を持っていることはもう違反なのでね。武器を持って道を歩いてることは違反です。もう皆さんも気をつけてね。なんかナイフ持って歩いてたりしちゃダメよね。うん。で、逮捕されちゃって、10日間、警察の中に、捕まってたんですけど、まあ、どうやらこの人は記憶がないと。で、なんでナイフを持ってるのかもわからない。で、この人が誰だかもわからないということで、警察は釈放して、で、まあ、福祉団体に、まあ、なんていうの、その人を、まあ、送ったという。で、その福祉団体の人が、まあ、今のね、その自称田中さんをお手伝いして、今は田中さんは飲食店でアルバイトをしながら、その大阪で生活をしてるらしいんですね。うん。ただなんか自分の情報が何にもないから、そう、情報をお待ちしてますみたいなことを、そのニュースで話して、この事件がね、まあ明るみになったんですよ。で、今300件以上のね、情報が来てるらしくて、まあでも、どれが本当かもわかんないし、なんか、親ですとか、なんか自分は親戚ですっていう人もいるらしくて、でもさ、田中さんがさ、その親戚に会っても本当の親戚かどうかわかんないよね。だから多分写真とか持ってって証明するしかないよね。この私の息子なんで、私写真持ってますとかさ。ね。で、そういうのを今なんか活動してるけど、まだこの人は何者なのか分かってないという状況らしいですね。うん。怪しすぎるよね。絶対、ヤクザみたいなね。そっち系の事件性を私は感じますけど。ね。そう思わない。普通の事件じゃなくない？うん。しかもなんか頭が痛いってことは何か衝撃を受けた。多分殴られたとか。そういうことだよね。まあ普通に泥棒にあって殴られて記憶がなくなったっていうのだったら、まあわかる。なんか財布の中身取られてる、携帯取られてるとか。でも現金60万円は残ってるっていうのがまあ怖いんだよね。
だって強盗だったら絶対それ取るじゃん。ね、60万。で、ナイフが入ってる。ナイフを持ち歩いてる人なんてこの世界、日本ではね、もう、そう銃刀法違反ですから。ね。そう。で、田中さんは自分のことを知ってる人に出会いたいということから髪型を変えてない。ただ、田中さん、これ独特すぎる髪型してて、モヒカンなの。田中さんの髪の毛。モヒカンってなんていうの、サイドは、右と左のサイドは全部反り上げてて、なんかパンクバンドにいそうな、ワンラインの、線だけ頭の上にピーって入ってるような髪の毛ね。モヒカン。いやー、特徴ありすぎだろ、みたいなね。普通の生活してる人あんまりモヒカンいないから、やっぱ田中さんちょっと変な人だったんじゃないかなと思いますけど。皆さんどう思いますか？この事件。もちろんね、この田中さんは絶対嘘ついてるとか、絶対記憶なくしてないでしょとか、演技だよねって言ってる人ももちろんいっぱいいますね。はい。でも私的に記憶喪失の演技するメリットなくないと思うんだけど、どうなんだろうと思う。私の個人的な見解は、多分結構やばい系の人にお金を借りて、で、返せないみたいな感じになっちゃって、で、多分頭をボンって殴られて、そのまま記憶なくなっちゃって捨てられたとかね、山の中に。でも60万円残ってたら謎だけども、それで生活しろ。で、全ての財産取られてるとかね。60万しか残ってないみたいな、逆に。みたいなことかなと。事件性を感じますよね。はい。これレッスンでね、このニュースをシェアしてね、お話ししたことがあるんですけど、私のレッスンの生徒さんは、これって記憶戻らない方が幸せなんじゃないかという。記憶が戻った時の方が大変なんじゃない？この状況って。確かにね、前の生活知らない方がいいかもしれないとは思ったりもするけどっていう。でももやもやするよね。自分がなんだか誰だか名前もわかんないみたいな。で、今、一つ分かったことがあって、その情報の一つで、鎌倉のアパレルショップのブログから田中さんにそっくりな人の写真が見つかったと。で、それが結構前のことらしいんだけど、その神奈川県の鎌倉のショップ店員だったんじゃないかって。その写真見たらね、田中さんそっくりなの。髭とか、そのモヒカンの頭とか顔の形とか、そのまんまなのね。多分同一人物だと思う。だから鎌倉のショップ店員してたっていう情報は正しそうな気がするみたいな。皆さんどう思いますか？こういうね、ミステリー的な事件面白いですよね。はい。皆さんの国でもこういうことあるんですかね？記憶喪失で誰だか分かんない人が現れるみたいな。はい。この自称田中はじめさんの新しい情報が入ったら、皆さんにまたシェアしたいなと思います。はい。以上、今日は日本の不思議なニュースについてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと YouTube、Instagram、フォローお願いいたします。YouTube ね、5万人突破してありがとうございます。はい、目指せ10万人みたいな。10万人いったらさ、銀の盾もらえるじゃん。やばいよね、あれもらえるとかやばくない？マジ YouTuber っぽくない？YouTuber と名乗るべきかみたいなね部分で悩むよね。盾があるっていうね。はい。あとね、ウェブサイトからプライベートレッスン、私のプライベートレッスンの枠が少し開放されてますので、興味ある方、会話レッスンだけです。30分。ぜひ、予約お待ちしております。月、火、木だけですね。はい。はい。あと、サニーサイドジャパニーズも
募集しております。サニーサイドジャパニーズですね、他の先生とやってる、グループクラス学習コミュニティっていう感じなんですけど、ありがたいことにね、最近人が増えて、ちょっと今、人数制限をそろそろする予定です。ちょっとコミュニティという体制をね保ちたいので、あまり人が増えるとねやっぱコミュニティではなくなっちゃうので、人数制限を設ける予定です。なので入りたい方お早めに、お願いします。入れなくなっちゃうかも、すいません。はい。あとそう、サニーサイドジャパニーズのポッドキャストもあります。先生たちとお話ししてるので、対話式のポッドキャストなんで、もっと自然なお話が聞けます。はい、おすすめです。はい、あとゆうゆうさんとの春とゆうゆうのゲームで日本語で、最近ねゆうゆうさんとゲームやったりして、超マイペースに活動してますのでぜひフォローお願いいたします。はい。そして最後にペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではボーナスコンテンツを聞けますので、見れますので、はい、チェックしてみてください。はい。このもうご覧の通り、すごくあったかそうな服を着てるでしょ、私。はい。フランスのナントはね、だいぶ涼しくなって、もう20度を下回ったり、下回らなかったり、ね、しております。はい。ちょっとね風邪ひきそうなね、ちょっと急に寒くなったからちょっと風邪ひきそうだなと思うんだけど、みんなもねこの季節の変わり目ね、夏から秋に変わってますので、ちょっと季節の変わり目はねマジで体調崩しやすいんで気をつけてね、私も、気をつけます。はい。ということで皆さんまた次回、さようなら。